こんにちは、春日部つむぎです。投稿前日はエルモリ発売後としては大規模な約700人の大会であるジャパンオープンが開催されました。アーシも参加してきたのですが、結果は4勝5敗で1日目敗退という散々な結果でした。せっかくなので供養したく、本日はその時持ち込んだデッキを紹介したいと思います。さて、お相手はエスパーレジェンズ。この対面で最高に邪魔なデニックが止まりません。こちらはボドリックをキャスト。殴らないなら後キャストしろ定期からラフィーンが出るとだるいのでサリアのトレードを申し込みましたが、ここは E 頑丈で除去されます。からのお相手アガサの魂の王様。これもしかしてデニックとアンチシナジーしてません？こちらのトップは今はそんなにいらない除去。ここは盤面を作りたいところ。このターンはやることないので伝説ランドを構えて GO です。お相手もマナフラしている様子。トップで強いカードを引いてきた方が勝ちます。そしてこちらは引いてきました強いカード。白タンアグロに就職した呪文勝利をキャストしていきます。戦闘前に1マナ払ってボドリックに役割トークンを貼ります。ここ呪文勝利に貼れば返しのアタックも封じられるのですが、マナフラしている現状、戦術を使いたいのとは E 頑丈ケアを優先した形ですね。呪文勝利入らないですが、土地を引くよりはマシなのでもらってもよかったかも。2回パンプして7点アタック。お相手ローナキャスト。これでお互いデッキが回り始めますね。そして2体でアタック。もうどうせブロッカーにならない判断ですね。こちらは胴まといの先手をドロー。これはなかなか美味しい1枚。戦闘前に1マナ払って呪い文章2にも役割を当てたり、なおボドリックは人間をやめたので武法が消えます。これがアンチシナジーです。悩みますが除去はボトム。エーデリンはいいですね。トップでボドリックは3回パンプしてパワーは8に。ここでお相手2枚目のエイ頑丈。やっぱり持ってましたね。いい活躍をしてくれた呪い文勝利がここで退場。8点通ってこれでお相手残り9点。エスパーレジェンズなら多分ハンド1枚は1アクションだろうし、出てきたクリーチャーを除去すればだいぶ勝ちに近い形です。お相手ラフィーンをキャスト。ここで当たりを引いてきましたね。そしてお相手2体でアタック。防御には1枚当たりでデニックが育ちます。そしてこちらは予定通りエーデリンをドロー。悩んで点数計算しましたがこれは届いてなさそう。まずラフィーンを除去してエーデリンキャスト。ボドリックが特に意味もなく人間をやめて合計10点パンチ。残り2点。お相手フルパンからアーテイキャスト。エーデリンが除去されます。これでお相手一応見た目生きてるので膠着しますね。削れ具合とデニックの育ち具合次第では地味にヤバかったです。そしてこちらは祝祭の種を引けて無事解決。先手とハラーレキャスト。これでボドリックが飛びます。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。2戦目対戦よろしくお願いします。せっかくなのでジャパンオープンでの大赤単の2本目。サイドインはハンコンがある専門家と警戒持ちが偉い番人。あとはアドゲンの放浪王です。ちなみに1マナ隊は徴兵士官も人気ですが、シントの方がサッカーとしては優秀な面が多いので足はシントです。雑談は続きますが、ジャパンオープン予選のメタゲームはこうで、それがトップ64でこうなります。最終的に勝ってたデッキが勝ち組であるのは間違いないですが、突破率で言うと実は赤タンが一番の勝ち組だったわけですね。ちなみにこのデッキとほぼ同系空きの白タンやその他アグロも細々と残っており、勝率で見るとアグロの立ち位置は悪くないどころか全体で見てもかなり優秀だったと言えます。というのがタイトルのお話でした。ちなみに逆に割りを食ったのがコントロールとエスパー以外のミッドレンジですかね。ゴルガリミッドもエスパーコンの手のデッキですが、今回は押し付けのランプやアグロのバリエーションが豊かだったので、
どこにフォーカスして調整するかが難しかったかもしれませんね。さて試合の方はというと気がつけば綺麗な白ターンムーブで勝利が間近。勝ち方ですが、このハンド覗きはサイド戦において意味のある行為なので一応やっておきます。センペとエーデリンが揃った時のパワーは凄まじいので、アグロムーブするならこの2枚は4等必須かなと思います。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。最後は1マッチ対戦よろしくお願いします。ちなみにお相手はグリクシスミッドレンジです。黒系の多色デッキは比較的得意な相手です。お相手清潔の収穫者からスタート。全盛期を思い出すムーブ。こちらは綺麗に引いてきたサリアをキャスト。ダメなんだ、めちゃ痛いです。お相手駆け抜けコウをキャスト。立ってるだけで毎ターンアドがあるっていうのはやっぱ強いですよね。こちらは呪文勝利というナイスカードを引きました。格闘を打つか悩みましたが、まずはアタック。リスト公開なのでお相手おそらくレイガン上とは気づいていると思いますが、まずは使わせる選択肢を取らせるようです。格闘が地味に届かないので次のターンシェオルは勘弁してもらいたいところです。3ターン目はお相手アタックして5。こちらはかき消しペアで呪文勝利からキャスト。そこにはお相手かき消し犠牲キャスト。土地詰まりに対してサリアでルーティング防げてるのはいい感じ。2アクション取れたらよかったのですが、特にないのでアタックしてエンドです。お相手1マドカルーティングするか悩みますが、まずはブロッカーとして駆け抜けコウを立てます。まずここでイーガン上通るなら圧かと思って先アタックしましたが、エーデリン先出しできてたのでガバです。集中してたのでプレイ中は全然ミスしてないつもりだったのですが、後から見返してみるとやっぱりやらかしてますね。お相手ネズミでアタックして、ここでルーティングを選択。ついに4マナ目を引いてきました。シェオルが出てくる前に盤面を作りたいところです。かき消しケアできてないけどさすがにここは行くしかない。ということでエーデリンキャスト。3点入れてお相手残り13点。お相手エンドに黒幕キャスト。できれば格闘の的になるシェオルと勝ってほしいところと言ってたら出てきました。これは行幸。ちなみに精霊信者の力、格闘系だからそられやすいとか盤面からだと使えないとかいろいろ弱点はありますが、アグロだから除去構えてシェオル出す暇なんて与えないし、白系アグロは盤面からになって対処すべき敵が残ってたらそもそも負けてます。アグロムーブでテンポよく壁をどかして押し込むための除去なんで、足的にはこれしかないかなと思ってます。そしてフルパンして勝利ですね。サリアがいるからハンドからは切り崩し飛んでこないはずですが、ビビって破壊不能つけてぴったりサルで1本目取りました。お相手サイドにラスは入ってないので素直に横並べムーブができそうということで、ミッドレンジプランのコンレイと放浪オウは全投入。あとはピン除去のケアとして専門家とシェオル対策の邪悪を打ち砕くを投入します。サイドアートは単純に1枚の価値が低いテーマナイキからシントとクリーチャー以外が増えたからサリアを削って、あとは後ろにずらすなら出番が減りそうなボドリックと放浪オウと同じマナタイのハラーレを削っておしまいといった感じで2本目いってみましょう。2本目対戦よろしくお願いします。クリーチャーは出るけど他のスペルは何もキャストできませんね。これが普通の白タンになってこのデッキでは起こり得る怖い事故ということで、こちらは呪文勝利からキャストしていきます。お相手はフェアリーの黒幕からスタート。死体鑑定士をキャスト。次のターンアタックを通されて戦術されるのを嫌った形。こちらは土地は引けませんでしたがサリアが引けました。そしてお相手シェオルドレッドをキャスト。なるほど、このハンドならもうビートダウンプラントルでしょうね。サリアが出たから白マナは問題なかったのですが、念願の土地をドロー。シェオルドレッドは弱で一旦除去します。スコープロックは素直に面倒なので、ここはトレード希望の2体でアタックでいいかな。からのお相手追加のシェオル、黒特有の肉質で押してきます。こちらはまず救出専門家からいきます。冷静に考えるとハンコン持ちは大事にしたいからハラーレをおとりとして使った方が良かった説もありますね。一応死体鑑定士のターンは除去がなかったと考えてるので、今も除去引いてないお祈りムーブではあります。お相手ややマナフラ気味、マナフラ受けの黒幕と鑑定士を圧で吐き出させたおかげでもありますね。こちらは予定通りハラーレキャスト。そこにはのど首狙い。お相手目線絶対止めたい1枚ですが、
こちら目線ではさっき専門家に言ってこなくてラッキーでもあります。お相手大敗的なドラゴンをキャスト。一気に詰めてきました。切り崩しあったらさっき使ってると思うので、これは通るはずのハラーレキャスト。ここでアタックしなきゃ間に合ってなかったのでギリギリでした。ここは当然専門家をフルパワーにします。シェオルなら1対1交換、それ以外なら2対差し出せのアタックです。ここだには次5マナでくっつき良さそうなので一旦トップで。お相手は2体差し出す方を選択。ここで稼いだライフでシェオルと殴り合うしかなさそうです。お相手トップは土地。リソースを捨てて攻めに来たところをしっかり打ち取れたのでこれはだいぶ有利になってそうです。こちらはまずダニ出して。このターンからアタックするのは念のため警戒持ってる呪い分勝利でいいかな。戦術が本当に染みます。土地は当然ボトムで6点入ってお相手残り18点からの婚礼の発表。どうせ短期決戦が求められるのでこれ出す必要なかったかも。こちらのドローは追加の婚礼発表。このターンはハラーレでサリアを強化。ハラーレは除去2枚ないと落とせないのでブロッカーとしてはハラーレがいれば十分だと思います。そして次のターンに勝つことを見据えて2体でアタック。ボトムのこれもボトム。お相手はブロックを選択せずお相手残り8点。ここで婚礼置くとお相手トップ黒幕でも負けるので置きません。これでお互いほぼラストターン。お相手何か引いたのかい。未負荷に2枚構えて5。こちらのラストドローは聖霊信者の力。除去2枚じゃなければ通るのでおそらくこの除去は通るでしょう。サリアでシェオルを除去します。ここでお相手投了。対戦ありがとうございました。ということでナヤヒューマンでした。デッキ解説という名の反省会です。アーシが新玉実装の旅に組む白タンタッチハラーレの系譜ですね。いつもはマナベースを安定させるためにナヤカラーの赤緑はタッチ程度に抑えてるのですが、今回はマナベースヤバめの1枚。まずはボドリック。赤が出るランド14枚で3ターン目赤赤要求はまあまあヤバい。でも強い。まあでも333速攻だったらシンボルで結構強いのがいるので、終わってから考えると使いたくて使ってる感は否めないかもです。そしてもう1枚。聖霊真珠の力。これも11枚の緑ランドから緑をひねり出さないといけません。でもこれはそんなに悪いと思ってなくて、1シンボルならまあまあ出るし平地がない白い除去は他があんま強くないですからね。そして白い新カード2枚。アーシは呪文書をリアレル子だと思ってましたよ。実質や進化です。あとは忠義の特目ですね。今回の大会でこれ入ってる白ターンアグロ少なかったですが、トップ64に残っているリストにこれ入ってるので今後アグロにも入ってくるんじゃないかなと思ってます。アーシもまあ強いでしょって思って入れてました。全体的なイメージとしては普通の白タンにない中盤からのスケール感を無理なく追加した感じですね。デッキの紹介は以上ですが、結果として4、5で負け越したデッキをそのまま紹介するのもあれなので、改良案ドン。タックインが怖いですがマナベースを若干安定させるとともに赤白はミシュラランドにしてみます。デッキの中身自体はさらに白タンに寄せて白タンのコツ化がない代わりにハラーレがいる形に変更。あとはミッドレンジプランにするとごっそりとサリアが抜けることがあるので代わりに追加する2マナクリーチャーとしてドルイドを入れてみました。こっちの方がいい感じだと思うのでお試しする際はこちらをどうぞ。さてこのデッキの強さですが、いや悪くはないと思うんですけど、EO さんだとめちゃくちゃ勝つ感じではないですね。白系のアグロ自体の強さは悪くないと思うんですが、ピアナラーが流行ったせいでサンマナラスがかなりサイドインしてるので、EO さんのサイド後はなかなか厳しい感じはあります。サイド後のミッドレンジプランもサンマナラスで全部流れますからね。ということで以上です。いつもコメント、いいね、広告、高評価等ありがとうございます。チャンネル登録や X フォローもよろしくお願いします。反応もらえると励みになります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。